白ワインを入れます。これだけでも主菜になりますし、なんかの付け合わせにバッチリです。皆さん白菜が美味しくなりました。今日は白菜のエチュベ、ね、エチュベだいぶ何度もやりましたよね。蒸し焼きにエチュベのシュシノワ、皆さんフランス語で中国のキャベツシュシノワっていうのは、白菜のこうね中国のイメージがあるんでしょうね。エチュベ・ド・シュシノワを作ります。はい、材料です。これだけです。オレンジ色の白菜を使います。これ甘みがとっても出ます。あとベーコン、若干のオリーブオイルと白ワイン、なければお水か、日本酒でも結構。あと串ですね。たったこれだけです。これもう超簡単なので、まずですね、白菜を今日は今1人前やりますので、123ぐりや12345枚ぐらいかな。これちょっと斜めに切っていただいて、スキレットに先にオリーブオイルを下に引いておきます。そしてベーコンをですね、こう包むようにして、よいしょ、ぐいとに、よいしょ。で、串を刺していただき、よいしょ、スキレットに並べます。スキレットのこの断面を利用して、これ皆さん1人前なんですよ。1人前ね。あと2個ぐらいいけるかな。包帯のように、うしょうしょ。もう1個ぐらいいきますね。あとはこれ皆さんのこれ1人前ですから、あとは何人前か、お作りください。はい。これを軽く上から軽くでいいです。ベーコンも塩分持ってますので、軽く塩コショウ、白いコショウです。はい、これで、焼き上げます。はい、最初は強火にしてベーコンを焼き上げます。はい、皆さん強火です。これは多分銀杏をかぶせて焼き上げるんですけど、まず片面をしっかりベーコンに焼き色をつけてください。はい、強火で焼き上げてあげて、ベーコンはねカリッと焼き上げる。さあ焼き色はどうでしょうかね。もうちょいですね。はい。じゃあ、よいしょ。スプーン2つ、スプーン2つ使って焼き上げます。よいしょ。ちょっと中火にします。よいしょ。お、火に取ります。よいしょ。
よっちょっと熱いので一回火を消します。熱いです。よいしょ。スプーン2つを使って焼き色を。よし。結構オリーブオイルをつけたんですけども、結構ついてます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、最後の。よいしょ。よっ。はい、そうしましたら、ここで、白ワインを入れます。そして、クッキングホイルで蓋をして、2、3分でしょうかね。2、3分蒸し煮焼きします。これ焼くときはもう焼き色ついてますので、弱火です。では2、3分待ってください。はい、皆さん2分半経ちました。ちょっと中身を見てみましょう。いい感じですね。ちょっと水分がないので、お水を少し。で、あと、それで残りの30秒で蒸らします。はい、3分経ちました。どうでしょうか。じゃじゃじゃん。お、いい感じですね。このオレンジの色がとても引き立っております。はい、ちょうど1人前でいい感じです。はい、はい、出来上がりです。あっという間にできちゃいました。5、6分でしょうか。ね。こういうのもなんか可愛くていいですよね。ベーコンがカリッと焼けて、そして皆さんの串をお忘れなく。はい、それではいただいてみたいと思います。もうこのね、白菜はやっぱりこうね、水分が多くてシューシノアっていうんですね。いただきます。うん。見かけよりも何倍も美味しいです。もうベーコンと白菜のこのマッチングって合うんでしょうね。めちゃめちゃ見た目はいまいちでしたけど、やっぱりで皆さん、僕お塩ほんの少ししますけど、もうベーコンの塩分でもう十分すぎる感じです。ほんと見た目よりも何倍も美味しいです。はい、今日合わす、バンムスはドイツです。ラユンガウフェルストフォンメテルニヒ、なんか飛びました。リスリングゼクトトロッケン、リスリングでございます。バンムスです。ドイツのバンムスってね、新しいですね。青りんごの香りがしてなかなか爽やかです。いい感じです。なんかね、ほんと皆さんね、見た目以上に美味しいです。こんなこうシンプルでね、シューシノア、火がなかったですね。これね、これだけでも主菜になりますし、なんかの付け合わせにバッチリです。でやっぱり
このオレンジ色の白菜っていうのは甘みが香りがすごく美味しいです。ドイツスプマンテもグーです。どうぞ、白菜が美味しい時期、作ってみてください。